どうも皆さんこんにちは。今日はこちらです。インスタ 360-1R1 インチっていうカメラです。グループ分けで言うとアクションカメラになります。もうね、これ発売されてからしばらく経ってるので知ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、一応知らない方のためにこの動画の説明欄に製品リンク貼っておきます。まずはちょっと特徴を見ていきます。これ構造に大きな特徴があって、こんな感じで解体できるんですよ。で、ここの部分を反対向きに取り付けるとスクリーンをレンズ側に持ってくることもできるし、他のタイプのレンズ、モジュールって呼ぶのかな、360度カメラとか 4K カメラとかですね、そういったモジュールを追加購入して組み合わせることでバリエーションを楽しめるっていうアクションカメラです。で、今回私のところに届いたのがこちら。1インチ版ということで、その名の通り1インチセンサーが使われているものです。でね、しかもこのレンズライカなんですよ。この1インチセンサーとライカっていう2つのキーワードを聞いただけで、その画質すごくいいんじゃないかなって期待しますよね。で、動画の撮影では 5.3K 撮影ができます。ちなみに 4K では 60fps、1080では 120fps まで撮影ができます。5.3K の時は 30fps までです。5.3K ともなるとファイルのサイズがそれなりに大きくなってしまうので、皆さん常用するっていうことはないと思うんですけど、やっぱりね、このいざっていう時に 5.3K が使えるっていうその機能があるっていうことが嬉しいですよね。それからフル充電時の連続撮影時間は 5.3K30fps 撮影で65分とのことです。さらに長時間の撮影をしたいっていう方は別売りの電池を購入するっていう手もありますし、それからこういったモバイルバッテリーを使うこともできます。こんな感じでね、給電しながら撮影をすることもできます。その他の基本的なスペックはホームページをご覧いただくとして、ここからは実際に撮ってきたサンプル映像をご覧いただきます。まず私がこのカメラに期待したのは夜の撮影です。センサーのサイズが大きいので、暗いところでも綺麗な映像が撮れるんじゃないかなと期待しました。夜の街をちょっと散歩しながら撮影してきたのでご覧ください。夜の街中の撮影ということで、動画のカラープロファイルは鮮やかっていうのを選択してみました。鮮やかの他に標準、ログの2種類選択可能です。ご覧いただいている通り、期待通りアクションカメラとは思えない綺麗な夜の街の映像が撮れています。カメラの設定はマニュアルで撮りました。夜撮影でオートにしちゃうと意図する映像と違うものになってしまうことが多いので、オート撮影だけでなくマニュアル撮影できるっていう機能はいいですね。画角は超広角、広角、リニア、強角4種類あります。35mm 換算で超広角は 14.4mm とのことです。かなりワイドです。今ご覧いただいている映像はインスタ360スタジオ2021っていう専用の編集ソフトを使って再生しているところをパソコンで画面録画したものをご覧いただいています。このソフトを使うとこの部分をクリックしただけでさっき言った画角4種類ワンタッチで切り替えることができます。こんな感じで後から切り替えることができるので、撮影中は画角についてそんなにこだわらなくてもいいんじゃないかなと思います。それから今ご覧いただいている映像、このフローステートっていう手ブレ補正された映像をご覧いただいているんですけど、ここのチェックを外すと手ブレ補正される前の映像にすることもできます。スポーツのような大きな動きのある映像はもちろんですけど、今回のような歩きっていうそんなにアクションの大きくない映像でもやっぱり手ブレ補正使っていないと見てても振動を感じるので、ここは常にチェックを入れておいた方が見ている方は見やすいと思います。それからカメラを手で持ったままちょっと走ってみたんですけど、こんな感じです。
で、ここからは写真機能について見ていきます。夜の撮影機能についてはナイトショットっていうモードがあります。ナイトショットについては公式サイトでこんな感じで説明されています。1R1 インチ版ではプレミアムセンサー使用の他にソフトウェアの最適化によってディテールとバランスに優れた暗所ショットを実現します。あとナイトショットとは別にピュアショットっていう機能があるんですけど、こちらピュアショットは AI を利用して写真のダイナミックレンジを拡張すると同時にノイズを低減してディテールを残すことで鮮明な画像を生成します。撮ってきたサンプル写真をご覧ください。写真撮影ではナイトショットとピュアショット2種類試したんですけど、自分的にはピュアショットを使う方がしっくりきました。なのでご覧いただいている写真はほとんどピュアショットを使用した取って出しの JPEG です。写真のフレームは16対9もしくは3対2を選択できます。あと写真撮影はローも撮れます。現像画面をご覧ください。こちらライトルームの現像画面なんですけど、いろんなプロファイルを当てはめて遊んでみました。ローで撮っておけば編集の時に画質の劣化をなるべく抑えつつ画像編集できます。今回サンプル撮影をしてみてやっぱり1インチセンサーの実力すごいなと思いました。アクションカメラで撮ったとは思えないような綺麗な映像が撮れますね。ただ一つ残念だなと思った点があります。それがね、最短撮影距離なんですよ。これ90センチとね、結構最短撮影距離が長いんです。拙者はもちろんできないですし、こんな感じで自撮りブログ撮影をしたいっていう場合にも、自分にピントが合わないので向いてないです。ということで、セルフィースティックを使ったらピントが合うのかっていうのをね、試してみています。今だいたいね、90センチぐらい離れてると思うんですけれども、ピント合ってるかな。でちなみに音声もこの内蔵マイクで90センチ離れていて、普通の声の音量で喋っていて撮れているかっていうのをちょっと聞いてみてください。どうでしょうか。ピント合ってるかな。今ね、超広角で撮ってます。どうでしょうか。カメラの設定を変えるときはこちらのねタッチスクリーンで操作をすることができるんですけれども、やっぱりねこのサイズだいぶ小さいので使いづらいなって思うこともあるんですよ。それがうまくカバーされているのがスマホアプリです。インスタ360のスマホアプリすごく使い勝手がいいです。まず気に入ったのが接続がスムーズ。こういうカメラ用のスマホアプリって接続の時にちょっともたついたりしてイラッとすることがあるので、私あんまりね使いたくない派なんですけど、このインスタ360のアプリは接続もスムーズで動きもサクサクですごく使い勝手が良かったです。今回はこのレビュー用のサンプル映像を撮るっていうことで確実に露出の合っている映像を撮りたかったので、始終このスマホアプリを連携してスマホで映像を確認しながら撮影をしていました。カメラについているスクリーンだとやっぱりね小さすぎるので細かいところまで映像の確認ができないので、このスマホアプリすごく活躍してくれました。それから Apple Watch で撮影開始停止っていう操作もできるので、それも便利です。今回は一番気になっていた夜の撮影をやってみたんですけど、また違うシチュエーションでの撮影も試してみたいと思っています。またその時はぜひご覧ください。それでは今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。